ハンドメイドきよちゃんです。今回はダイソーさんのリトルカラー色番が22番のペールアイリスというこの淡い紫色の糸とリサイクルポリエステル毛糸のモーブ6番のモーブ、こちらの糸を使って編んでいこうと思います。こちらのリトルカラーは材質がポリエステル 100%、重さが約 35g、糸長が約160メートルになります。標準ゲージは、かぎ針だと長編みで16から17目、8.5 段になります。使用かぎ針は、目安が 3.5 ミリから4ミリ。6号針から7号針になります。こちらの糸は前回もずっと使っている糸ですので、概要欄に紹介していきます。こちらが完成品になります。ふんわり軽く仕上がっています。重さが 250g 弱になります。157センチの身長で、腰の位置がここになるので、少し短めの着丈になります。後ろの丈も落ち着いていると思います。脇下はこんな感じになります。綺麗にボーダーが閉じられていると思います。では詳しくご紹介していきます。かぎ針は 3mm の5号針を使用します。中から糸を出します。まず裾から編んでいきます。鎖の作り目を10目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目編みました。そしたら中長を編んでいきます。立ち上がり鎖2目編んだら、この指で押さえたところが最後の目になります。この目は編まずに、最後から2番目のこちらの裏山、このポコッとした鎖がこちらになってる裏側のこの山に針を入れて中長を編みます。この立ち上がり鎖が1目分になるので、これで2目で3目4目5、6、7、8、9、10目編んできました。そしたら半目のうね編みを編んでいくので、1立ち上がり鎖2目編んで編み地を返したら、最初の目は編まずに次の目から、向こう側の半目1本だけ拾って中長を編んでいきます。これで立ち上がり分含めて3目4目5目6、7、8、9で、最後立ち上がりのこの鎖の1、2、2目目に中長を編んで、これで2段目が終わります。これを繰り返していきます。立ち上がり鎖2目編んだら、
最初の目編まずに、次の目の向こう側の半目を拾って中長を編みます。で最後、立ち上がり鎖2目目上の方の、半目を拾って中長を編んで、これで3段目でずっと繰り返して、だいたい全部で68段くらい編むと、50目弱の長さになると思いますので、編み進めてください。はい、このように68段編んできました。そしたらこれを横にしてゴマ編みみたいな感じでこう伸びますので、これが裾になります。そしたら2段の中に3目ずつ編み入れていくんですけど、立ち上がり鎖3目、長編みを編んでいくので立ち上がりは鎖3目になります。そしたらこの端のところ2本拾って長編みを1目編みます。そしたらこの立ち上がりの3目目、鎖の3目目、マーカーをしておくと、最後戻ってきた時にここ、編み忘れないようにマーカーをしておきます。そしたら、ここの、鎖に見えてるところのこの、端の目じゃなくて、この一つ前のこの鎖になってるところ、ここを拾って長編みを編みます。次はこの、へこんでるところのあんまりこう穴が開かないように編んでほしいので、この裏から見るとここが鎖になってる横のところに針を入れて長編み、最後はまたこの2本を拾って長編み、そしたら、この鎖が見えているここのところ一つ、奥の目を拾って長編み、次はこのへこんでるところの、ここでもいいですし、とにかく穴が開かないように目を拾って長編みを編めばいいと思います。ここの端の2本を拾って長編み、これで、2段の中に3目ずつ長編みを編み入れていってください。こんな感じで編んでいきます。はい、編み地の1段目の最後に来ました。ここの、鎖目の、延長線上のところに、
長編みを編んで、最後ここ、鎖目のところ、立ち上がりのこの、上の方の鎖のところに針を入れて、この裏山と、鎖の1本を拾って長編みを編んで、これで全部で長編みを編んできました。そしたら、また2段ごと糸を変えて編んでいきます。もう一段この糸で編んだら、次この糸に変えて編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んだら、この目じゃなくてこの次の目、この目じゃなくてこれが、この目の代わりの目になるので、今度この目に、長編みを編んでいきます。ちょっと印をしておきます。はい。ちゃんと、鎖をこのように2本拾って、目を拾って長編みを編んでいきます。で、立ち上がりのこの3目目にマークをしておくと、最後編み忘れないで済みますので、マーカーを入れておきます。長編みをこのように編んでいきます。はい。立ち上がりも含めて約2目編んできました。最後の目、ここのところに、針を入れます。長編み。この立ち上がり鎖3目目。これは、鎖になってる半目と裏山をこのように刺して拾えばいいです。2本引き抜いて、最後、長編み編み終わるこの、時に糸を変えます。この編んでた糸を向こう側に休めて、小指でこのように、糸を持って、でこのように引き抜きます。はい。で、糸が変わりました。そしたら、立ち上がり鎖3目。はい。忘れないように3目目印をしといて、編み地をひっくり返して、この最初の目は飛ばして2目目から編んでいきます。では同じように、長編みで編み進めてください。で、行って帰ってきます。はい、このように103目往復で編んできました。最後の立ち上がりの3目目に針を入れて、こう鎖になってるので、半目とこの裏山を拾って長編みを編みます。この最後こうやって完成させるときに、この糸端を向こう側に休めて、で今度は糸を変えるので、このように針に糸をかけて引き抜いて、これで103目目が編み終わりました。
そしたらまた、立ち上がり3目、ここに印をつけて編み地を返して、また往復で長編みを103目ずつ編んでいきます。でこれを、交互に繰り返し編んでいきます。で、2段ごと糸を変えて、長編みで編んでいきます。はい、ここから26段12345678910111213模様長編みを編んできました。そしたら、最初に色を変えるので、最後長編みを完成させるこの2本引き抜くときに、目を休めて新しい次の配色の糸で、そしたら次から、1目ずつ端を減目していくので、長編みの2目一度を編んでいく形になります。立ち上がりが、ここから鎖2目になります。編み地をひっくり返して2目目にマーカーをしておきます。そしたら、ここは編まずに次の2目目に針を入れて長編みを編みます。ここですいません。ここの今編んだここの目ですね。長編みの1目目にマーカーをします。そうすると、鎖が今2目編んで3目目という形になるので、これでもう減目をしたことになります。そしたら、端まで長編みを編んでいきます。はい、減目の1段目の最後、長編み1目と立ち上がりの鎖3目の部分になります。針に糸をかけて長編みの未完成を編んで、また針に糸をかけてこの立ち上がりの鎖3目の3目目、鎖の半目と裏山を拾って長編みの未完成を編んで、最後に、3本引き抜いて、これで長編みの2目一度が編み終わりました。これで1目、こちらの端も減目ができました。そしたらまた、立ち上がりを鎖2目編んで、編み地をひっくり返して、ここの隅の目じゃなくてこちらの2目目に針を入れて長編みを編みます。これで、1目減目の形になります。たらまた、減らし目なく編み進めていきます。はい、減目の2段目の最後、2目残っているところまで来ました。そしたら、最後から2番目のところ、長編みの未完成を編んで、このマーカーをした
目に針を入れて、長編みの未完成編んで、最後に引き抜くときに糸を変えて引き抜きます。はい、これでまた1目減りました。そしたらこの、繰り返しであと4段弦目を編んでいきます。立ち上がり鎖2目編んで、編み地をひっくり返して、2目目のところに針を入れて長編みを編んだら、目の頭にマーカーをして編んでいきます。6目端の目を減らしていく形になります。なので両端で、12目減るので91目になります。こんな感じで編んでいきます。ここ弦目になっていくので、この渡ってる糸がつらないように気をつけて編んでください。はい、後ろ身ごろが完成しました。後ろ身ごろはこちらからずっと46段編んできました。模様で言うと123数えてって23模様編んであります。で、前身ごろは同じなんですけど、最後ずっと編んできて、最後、1段だけ2、4、6、8、12、14、16、26目。26、立ち上がりも含めて28目編んだら、ここで、1回カットします。ここ閉じるので、閉じ分を残してカットしたいと思います。だいたい3倍ぐらいの幅分を残してカットします。そしたら、こっちも28目目から編んでいきます。ここの、立ち上がりの目も含めて28目目がこの目になるので、ここから目を拾って、この、こちらから28目目の目に針を入れて糸を引き出して鎖を3目編んで、これ1目分になるので、次隣の目から27目長編みを編みます。28目目、この立ち上がりの3目目に
針を入れて、ちゃんと長編みを編んで、これで終わります。そしたら、肩とこの脇下を閉じていきたいと思います。ちょっともう糸のこのモーブの糸が少ない方もいると思うので、かがり閉じをしていきたいと思います。目と目を合わせるのをはぎというので、肩はかがりはぎで閉じていこうと思います。まず、この、モヘアの糸は糸処理分だけ残してカットします。このように中表で合わせたら、1段目がこちら側が表になるので、それを見て、裏表を判断してください。好みでもいいですけど、はい、一応、こちらが1段目が表になる方を中表裏側を見るように、閉じていきます。そしたら糸端が残っている方から閉じていきます。ここ本当だったら、残したつもりだったんですけどカットしちゃったので、これ、左肩から閉じていきます。ちょっと後ろ身ごろの方を見て閉じていきます。これがもっと、閉じ分残っていると思って説明していきます。ここが立ち上がりの目になるので、立ち上がりの3目目に、2本拾って鎖になってる2本を拾ってもう一回念のため同じところ、ここが糸が出てるところの目ですので、この端と端をまた通して一回このように、絞ってから次の目同士鎖をこう拾って閉じていきます。向こう側から手前にこのように針を刺して、こうやって閉じてってください。この28目目まで閉じていきます。はい、ここからちょっとかがってきて、最後、向こう側前身ごろの方が立ち上がりの鎖3目のところになりますので、この3目目をこの鎖の形2本を拾って、こちらの目と合わせてもう一回
通して終わります。はい、二重にしたらそのまま糸始末をして、この今耳になったところに縫い付けて、カットすればいいと思います。ちょっと心配ならもう一回戻る感じで、このように刺してカットして、これで閉じ終わりました。こっちの、すいません、私カットしちゃったので、こっちの糸端も最後の糸始末したように、ちょっとこう念のため開くようにして、でこんな感じで糸始末します。はい、このようにきれいに肩が閉じられました。はい、で反対側も同じようにかかって閉じてください。ここに前身ごろの方に糸端があるので、これを使ってかかっていきます。そしたら今度は脇下を閉じていきたいと思います。こちらもかがり閉じで閉じていきます。糸端もだいたい2倍分ぐらい使って閉じていきます。こういう糸端は最初に縫い付けちゃえば、端のところにモヘアなので縫い付けちゃえばいいです。はい、こんな感じでちょっと心配ならもう一回戻る感じで縫い付けてカットします。こっちの糸端もで、肩を閉じた時とそのまま、中を表にしてありますので、裏を見ながら閉じていきます。この端の目2本を拾って2本ずつ、立ち上がり1、2、3目目、なるべく端と端を合わせて閉じていきます。ちょっとギリギリのところでもう一回同じ目に入れて、手前から後ろに刺して、この糸端一緒にちょっとこのように巻き込んで始末していっちゃおうと思います。で、合わせてこういう感じで、ここの、裾の部分は
目と目を拾えるので、そのままこの肩を閉じた時と、肩をかがった時と同じように、このように閉じていけばいいです。はい。そしたらそのままこちらの方も閉じていきます。とにかく2本、拾って閉じていけばいいです。この段が揃うように閉じるようにしてください。2本目を拾ってこんな感じで角とこの模様の角と角が揃うように閉じていってください。そのままこの渡ってる糸も巻き込んで閉じていきます。この一模様で、3回閉じるようにしていってください。端と端と、合わせて閉じてこんな感じで真ん中に1回閉じるって感じで閉じていけばいいです。こちらまで、かかり閉じで閉じてきました。そしたら、もう一回、念のためと、編み地に通して絞って終わります。そしたらそのまま、こちらの、袖ぐりのところを、縁編みしたいのでこの糸は残しておきます。反対側の脇下も閉じてください。あとこういう糸端の始末もしてください。最後に、袖ぐりのこの周りを、縁編みします。表を見て今度は編んでいきます。簡単に細編みで縁編みしていこうと思います。この脇下を閉じたそのままの糸で編んでいきます。ここの、一番端の目に針を入れて糸を引き出して立ち上がります。そしたら、あまり穴が開かないように編みたいので、こういう、これはこっちなのかな。2本拾って、ここはなんか立ち上がりの鎖のところの目ですので、このように細編みを編んでいきます。適当につらない感じで、細編みを編み入れていけばいいと思います。穴が開かないように工夫しながら編んでいってください。
だいたい1段、この編み目の1段の中に2回細編みを編んでいけば、2回か3回調節して2目か3目、1段に2目か3目編み入れていけばいいと思います。そこは調節して編んでください。綺麗に編みたいので、この渡ってる糸を隠すように編みくるんでください。こういう感じで編んでいきます。ちょっともう糸端が少なくなってくるので、このように細編みの途中まで編んだら糸を変えて、新しい方でこのように引き抜いて、ちょっと糸がもったいないので短めにして、それでまた編み進めていきます。はい、一周編んできました。そしたら糸をちょっと引き出してカットして、で糸端の始末をします。ここが立ち上がりで編んだ鎖目になるので、の目じゃなくてこの次の目にこのように、糸を渡してこのように鎖を作って、裏側の方に縫い付けて始末します。同じ色のところに縫い付けた方が目立たないので、このように縫い付けて糸カットします。はい。あとこの糸端もまた始末してください。こんな感じで一周編み終えました。はい、反対側も同じように、1段編んでください。この、脇下を閉じたこの糸端で一周同じように表を見て細編みで編んでいってください。はい、このように完成しました。重さが 250g ぐらいになります。サイズは身幅がだいたい55センチで、着丈がだいたい45センチ、短めのベストになります。
もっと、着丈を伸ばしたい場合は、このまっすぐ編んだ、脇下のここの身ごろの部分をまっすぐ伸ばしてくれればいいと思います。ここの、襟の幅がだいたい21センチで、肩袖の部分が15、6センチになります。ここの、脇の幅がだいたい22センチぐらい、22、3センチぐらいで、この、裾のこのゴム編みの部分が、4センチぐらいになります。最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。